ずいぶん派手にやってくれたな。メッサー、こんなもんでどうだ。ああ、もう十分だ。引き上げてくれ。みんなによろしくな。ああ、じゃあまたな。どうだ、まんま新基地のやつら奇襲攻撃食らって大慌てだぜ。あんたの仲間もなかなかやるじゃないか。まさか迫撃砲まで使うとは思わなかったよ。あれはお前らの武器さ。メタトロンがヘラスから逃げるとき置き去りにしたのを俺たちが頂戴したってわけだ。本当に基地の中に行くの？やばいんじゃないの？ビクビクすんな。何のために整備兵の格好してるんだ。怪しまれるわけないだろう。さあ、マンマシンをいただきに行こうぜ。メッサー、マンマシンを操縦できるの？メッサーメット様にできないことなんかねえんだよ。宇宙に出たアフランシ・シャアはスペースコロニーの生活を体験するため身分を隠してサイド2のヘラスに潜入した。だがマハのリーダービジャンダーゴルに正体を見抜かれ逮捕される。その知らせを受けたクリシュナとジョーはアフランシを救出するために護道を開始し、ヘラスの住人メッサーメットたちの協力を得てマハの基地に奇襲攻撃をかけた。マンマシン出すかもしれんぞ。整備状況はどうだ。ガウスさん4号、8号、12号、整備完了してます。整備終わってるってよ。おあつらえ向きだな。ビームライフルとシールドまでセットしてあるぞ。よし、あれにしよう。クリシュナ、来い。じゃあ俺はこっちのマンマシンにするか。メッサー、ずいぶんやる気見せてるじゃん。メタトロンのあんちゃんには負けねえよ。レイ、先にコックピットに入れ。オッケー。レイ、シートの後ろにへばりついてろよ。狭いよメッサー。文句言うな。これがマンマシンのコックピットか。これが操縦桿で、こいつがイグニッションのスイッチだな。メッサーわかるの？任せろって。どうだ。おい、お前ら何。おっと、やばいぜ。ハッチを閉めるスイッチはこれか。お前らどこ。コックピットの周りの景色が見える。すごい、私たち宙に浮いてるみたいだね。ギャーギャーわめくなよ。コックピットの壁がテレビモニターになってて外を映してるだけさ。メッサー、どうだ。ああ、スタンバイ OK だ。よし、出るぞ。了解。マハのやつら踏み潰してやろうよ。そうだな、行くぜ。メッサー、大丈夫？ああ、ちょっとしくじっただけだ。やっぱり無理だな。俺が支えてやる。うるせえ、余計なさ焼くな。初めて乗ったんでしょ？一歩歩いただけでも立派だわ。それで褒めてるつもりか。ほら、腕を出せ。余計なことするなって言ってんだろ。意地を張ってる場合じゃない。ジャンプするぞ。ブリアン少尉、フロンテクスター発進する。セイバー少尉、フロンテクスター発進するよ。ナウル、なんだってガウスさんなんて盗んだんだろうね。決まってる。アフランシアを奪い返すためだ。ってことは相手はメタトロンかい？他に考えられないだろう。私たちついてるね。地球で戦う時のいい練習になるじゃないか。油断してるとやられるぞ。ガウスさんにやられるって？あんな時代遅れのマンマシーンに？アフランシが一人でヘラスに来るわけがない。ガウスさんを盗んだのは地球にいた連中か。クリシュナ・パンデント、お前も今ヘラスにいるのか。いたぞ。ガウスさん、前方右45度の森の中だ。不時着したらしいな。ウル、攻撃するよ。ビームライフルのエネルギーは落とせよ。ガウスさんが爆発するとコロニーに穴が開くぞ。分かってる。ジョー、発見されたわ。慌てるな。ここなら森の木が邪魔になって奴らは降りられない。でもこっちも自由に動けないじゃない。
ビームライフルのスイッチはこれか。当たれ。おいしょ、武器の使い方教えてくれ。あんたにはまだ無理だ。操縦することだけ考えたろ。そんな悠長なこと言ってたらやられちまうぞ。なんとかしてよ。心配するな。奴らビームライフルのエネルギーを落としている。命中しても大したダメージは受けない。だからこのままやられっぱなしで酔ってるかよ。だったらきちんと操縦しろ。お前がちゃんと飛べないからこんな森の中に降りたんだぞ。マンマシンを操縦できるって大口叩いたのは誰だ。うるせえ。ねえジョー、やっぱりアフランシってニュータイプよね。え？初めてガイアギアに乗った時マハのマンマシン落としたじゃない。メッサーとは全然違うわ。何のんきなこと言ってる。でもそう思うでしょ、アフランシがニュータイプだって。ああ、そう思うよ。取り調べは後回しだ。そこでおとなしくしてろよ。おい、何があったんだ。うるさい。どうしたんだろう一体。ビジャンダーゴル、スペースコロニーの住民を地球に逆移民させると言っていた。だけど今地球に人が戻れば環境汚染は取り返しのつかないことになる。あの南の島も守れなくなるんだ。何としてもやめさせなければ。でも僕はこんな独房に繋がれていて何もすることができない。エバリー、僕に力を貸してくれ。エバリー。ガウス相手に時間をかけすぎだな。レイラ、そろそろ仕留めるぞ。オッケ俺が支援するから地上に降り。なんだ。ー。ウル、マンマシンだ。メタトロンか。ウル、交代して。なんだあのマンマシン。ゾーリンソウル。ゾーリンソウルだ。ゾーリンソウルってメタトロンが開発したマンマシンでしょ。ヘラスで製造したからマハの弾圧の時に全部持ち出したはずだ。ゾーリンソウル、応答せよ。パイロットは誰だ。ジョー、お前さんか。ケラン。ケランがゾーリンソウルに乗ってるの。ケラン、どうしたんだそのゾーリンソウルは。説明後だ。5匹のガウスはクリシュナが操縦してるのか。いや、民間人だ。民間人だ。メタトロンの協力者さ。マンマシンは初心者だ。ケラン、俺たちが両脇を支えて飛んでいこう。俺は一人で飛べるぜ。うるさい。こっちの指示に従え。行くぜ。おう。ウル、奴ら逃げるよ。マハ本部を襲うつもりだ。俺はマハ本部に回る。レイラは奴らを追ってくれ。了解。ダーゴル大佐の持つ力がアフランシを呼び寄せた。ナジス隊はそう言っていた。ではアフランシを取り逃がした俺には力がないというのか。そんなはずはない。ケラン、スパシアス号はヘラスから脱出したんじゃないのか。ああ、逃げ出した。ただしミッシェルだけだ。俺とマドラス船長は船を降りた。そのゾーリンソウルはどうしたの。港近くの工場に隠してあったんだ。マハに発見されずに残ってた。マドラス船長は。マハ本部に行った。マハ本部。アフランシを助けに行ったのさ。お前らもそのつもりだったんだろう。さっきのマンマシンが追ってきたぞ。うるせえな民間人。待ってるよ。民間人じゃない、メッサーって名前があるんだ。ジョー、逃げ方は考えてある。俺の指示通りに動けよ。分かった。よし、じゃあ急降下だ。ダーゴル大佐、ヘラス各地のマハ支部で爆弾テロ事件が続発しています。マンマシン強奪事件の混乱をきっかけにメタトロンの潜在勢力が攻撃を仕掛けていると思われますが。徹底的に弾圧しろ。この機会にヘラスに残るメタトロンの目を完全に摘み取る。はい。
ヘラスを完全に制圧したという油断があったようだな。懐に飛び込まれ、こうも好き勝手に引っかき回されるとは。大佐。ウリアン将尉のブロンテクスターが着陸許可を求めています。ダーゴル大佐に面会を求めています。ウル。着陸を許可する。私の部屋に通せ。ウルメ、私の命令を無視するつもりか。ナジス隊、しばらく席を外してくれ。大佐。ウルには私から言う。はい。ウルーリアン少尉、参りました。入れ。作戦行動中に何の用だ？それは大佐が一番よくご存知のはずです。アフランシャーのことか？逮捕の際になぜ知らせていただけなかったのですか？それが不満か？はい。大佐は私とアフラン氏との因縁ご存知のはずです。分かっている。だからこそ知らせなかった。は？お前のアフランシシャーに対するこだわりがマハのためにならないと判断したのだ。なぜです？アフラン氏が私の壁だとおっしゃったのは大佐です。確かにそう言った。その壁を乗り越えることがマハのためでもあると思っていた。だがアフラン氏と実際に会ってみてよく分かった。今のお前ではアフラン氏を超えることはできない。大佐。お前のこだわりは奴と出会った時の因縁から来ているのではない。アフランシシャーという存在そのものがお前のコンプレックスを刺激するのだ。俺のコンプレックスを？そうだ、アフランシシャー。南の島で自然に囲まれて育ったというが、貴族の血筋を思わせるような気品を感じさせた。奴の持つシャア・アズナブルの記憶がそうさせるのだ。シャアの記憶を持つことがそれほど素晴らしいことなのですか？自分は常に努力してきました。上に行くためには向上心を持って努力するしかなかったんです。だが奴はアフランシシャアがシャア・アズナブルの記憶を受け継いでいるというだけで全てを手に入れている。それが悔しいのか、ウル？自分はアフラン氏が目障りなのです。だから排除したい、それだけです。アフランシシャーの存在がお前の目を曇らせている。こだわりは捨てろ。そのこだわりこそお前にとっての壁なのだ。大佐。いずれにせよアフラン氏は今我々の手中にある。もうお前を悩ますこともなくなる。アフラン氏を処刑なさるのですか？いや、奴を殺せばメタトロンは復讐心に燃えて反撃してくるだろう。それよりももっとうまい方法がある。どうなさるのです？アフラン氏の頭の中にあるシャア・アズナブルの記憶を消し去り、アフラン氏の身柄をメタトロンに返す。なるほど。奴はマンマシンの操縦もできないただの男になり下がるというわけですか？嬉しいか、ウル？いえ、自分のこの手でアフラン氏を倒せなかったこと、残念です。またマンマシンが着陸した。どうしたんだろう。コロニーの中で戦争でもする気なんだろうか。なんだ貴様。アフランシ。マドラス船長。アフランシ、元気そうだな。取り調べはまだ受けてないのか？船長、そんな格好してるから分からなかったよ。ああ、マハの軍服か。メタトロンの地下組織を通じて手に入れたんだ。さあアフランシ、この兵隊の軍服に着替えるんだ。ここを抜け出すぞ。クリシュナとジョーは無事なのか？わからん。さあ急げ。今はここを抜け出すことだけを考えるんだ。アフランシ、こっちだ。外は一体どうなってるんだ？マンマシンが戦ってる。ジョーとクリシュナがマハのマンマシンを盗み出したらしい。ケランもゾーリンソウルで出撃した。ゾーリンソウル？メタトロンのマンマシンだ。船長！アフランシ、こっちだ。まっすぐ行けば外に出られる。お前たち、そこの二人止まれ。
本部に連絡して市内の幹線道路を抑えさせろ。マハの各支部にアフランシシャアに関する情報を伝えたな。はアフランシたちの現在地点は SR25 区画に入りました。よし、追え。はアフランシめ、マハ本部から逃げ出すとはよほど俺の手で殺されたいらしいな。待っていろよ、アフランシシャ。マドラス船長、ここはどこなんだ？なんて言ったらいいのかな。スペースコロニーの内側の壁と外側の壁との間だ。内側の壁と外側の壁との間？真上にはスペースコロニーの街がある。下に降りていくと宇宙空間に出る。まあそんな場所だ。スペースコロニーを点検するための通路が網の目のように張り巡らされているんだ。隠れるにはもってこいの場所だろう。の、あったあった、これだ。なんだいそれは？非常用のノーマルスーツだ。これを着ていれば宇宙空間にも出られる。ほらフランシー、お前の分だ。フリーサイズだから着られるはずだ。船長、僕たち宇宙に出るのか？コロニーの外でケランと合流する手はずになってるんだ。ブリアン少尉、あそこのシェルターです。あそこまで追い詰めたところで見失いました。アフランシめ、地下通路からエアロックを抜けてスペースコロニーの外に出るつもりだな。コロニー公社に連絡して全てのエアロックを閉鎖させろ。はっ。あのブロンテクスター、セイバー少尉か。ブリアン少尉、どうした？敵のマンマシンを始末したのか？ダメだ。工業ブロックの近くで地下に潜られた。地下に？コロニー補修用の出入り口が開いていたのさ。なぜ攻撃しない？マンマシーンが爆発すると間違いなくコロニーに穴が開くよ。メタトロンめ考えたな。だが奴らはアフランシを置き去りにして逃げるはずがない。セイバー少尉、戻って地下の出入り口を固めろ。了解。よし、俺たちも地下通路に降りるぞ。俺の命令があるまで絶対に発砲するなよ。はっ。アフランシシャー、俺はニュータイプじゃない。だからお前の存在を感じることはできない。だが俺は必ずお前を見つけ出し殺してやる。ダーゴル大佐がどう言うとお前が俺の前に立ちふさがる壁であることに変わりはないんだ。